ように来ます。ありがとうございます。まずはやっぱ味ですね。でうどんの美味しさ。はーい。はーい。これ柏の具なんですよ。ここ具とご飯と別々にやってるんです。おはようございます。 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 これ柏の具なんですよ。ここ具とご飯と別々にやってるんです。おはようございます。
回で多分大体300食ぐらいで、それを結構寝かせてるんですよね。こんな感じで、まあうちの社長の考え方なんですけど、物は腐る手前が美味しいっていう、その甘くなるじゃないですか。で小麦の甘みを出すためにやっぱちょっと寝かせるっていうやり方をしてて、フルーツとか果物とかもちょっと熟成した方が美味しいっていう考え方で、まあ、熟成をさせるために大体4日ぐらい低温で、大体他のお店だったら18度とかで、前の日に仕込んだりするんですけど、うちの場合は12度13度とかで。よいしょ。
利権さんがうち用にまず開発してくれた粉なんですよね。まあ結構天ぷらには結構力は入れてます。普通の粉と違うのは卵が入ってないですね。卵が入ってないのに結構サクッてする。卵が入ってないのでアレルギーの方とかにも全然問題なく食べていただけるような粉ですね。石臼引きのそば粉を使ってます。これはですね、これ1本だとちょっと弱い、でもこれ1本だと強いっていう感じで、まあ半々で割るとちょうどいい塩梅になるっていう感じです。
ものすごくこの店カツ丼が出るんですよ。そのカツ自体を生パン粉でこう仕込んで、まあ、サクッとして、まあ、カツ自体も柔らかい、めちゃめちゃ柔らかいんで、まあ、それはおすすめかな。顔も商品、身なりも商品。相手のイメージは 80% 見た目で決まると言われています。それだけ第一印象が大切です。爽やか、清潔、礼儀正しさ、好印象を心がけましょう。声も商品、発言も商品、行動も商品、あなたの全てが商品なのです。お客様の前ではあなたを含めた全てが商品ということでございます。はい、はい、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。AAO。カツ丼定食で、はい、うどん並盛り。カツ丼定食でお待ちのお客様。はい、お熱いです。お気をつけください。何もじゃあ、肉ごぼう天が2杯とお稲荷さん2皿ですね。お待ちください。はい。はい、お客様お待たせしました。お客様、ざるそばの大盛りね。ありがとうございます。パンと、はい、お客様お待ちします。大盛りですね。途中も以上でお揃いですか？はい、どうぞ。
天狗出します。大丈夫だよ。はい。肉がバーテンダウンです。大盛りですね。はい、どうぞ。牛玉1入ります。はい、いらっしゃいませ。ご案内お願いします。ご案内ねこれ12番さん。はい。はい、失礼します。あっちから気をつけてくださいね。カモナンもいつでも大丈夫です。お願いします。3分弱です。お待たせしました。カモナンそばにご注文のお客様。こちらから失礼しますね。このまま。お好みで3社どうぞ。失礼します。これは手上がります。改善お願いしていいですか。それがご案内です。 2番さんです。はい、お伺いします。4番。ご注文以上でよろしかったですか。失礼します。はい、どんと味噌丼きます。どんと味噌丼14番さんで上がりですね。はい、持ってきます。14番さんです。はい、行きます。よいしょ。味噌です。はい。お客様お待たせしました。ちなみに今日は何を頼まれたんですか。特命うどん特命うどん、の味噌。味噌、和風ちゃんぽんみたいな感じのうどんですね。和風ちゃんぽん。野菜が入ってるからボリュームありますね。美味しいです。あっさりして。私あとパン2枚です。これロースお待たせでお願いします。これが6番さん。はい。緊張するね、一緒の。はい、お願いします。あ、鶏天で上がり。カツ丼定食、エビ天うどん、うどん定食のカシミ、上よろしいですか。失礼します。はい、出ます。そばですね。こちらで揃えましたでしょうか。はい、ありがとうございます。
おいしいおいしい。お願いします。はい。丸天と丸ごぼうで。はい。よいしょ。で5番さん上がり。以上で揃いましたでしょうか。はい、ありがとうございます。どうぞ。お店にはよく来られるんですか？そうですね、祖父の家に来た時は必ず来る場所ですね。もう小さい頃から食べ慣れて、はい。エビちゃん上がります。カウンター3名様入ってます。どうぞいいですよ。カウンターに3名様入られます。大盛りを2つですね。はい、いらっしゃいませ。お客様お一人様ですか。お一人様。はい、ご案内しますね。お待ちください。2名様です。ご案内お願いします。お兄さんご案内お願い。カウンターが開いてる。ダブルわかめ。はい、失礼します。はい、すいません。どうぞ。もう一個来ます。じゃあもう一つ肉ごぼうというのは。来られるんですか？よく来ます。毎週のように来ます。ありがとうございます。私はわかめが好きなんで、わかめをもう一個さらにトッピングして食べてます。お願いします。また気をつけて。こちら丸天が2杯ですけど、どこ行きましょうか。お願いします。もう一個。はい。はい、失礼します。これが杯券です。最初35歳の時にですね、この店で修行したんですよね。滝の上の方が初代の社長さんでした。めちゃくちゃ厳しい方でですね、そしてこの店がめちゃくちゃ忙しかったんですよ。もうこの忙しさに耐えられたっていうか、ちょっと耐えたもんだから自分でもお店ができるようになったかなと。3年前にもう閉めようかなということだったんですよね。あまりもちょっともったいないもんだから、この店がなくなるっていうことでここは残したいと思って、じゃあやらせてくださいということで引き継ぐことになりました。お漬物がまた美味しい。はるばる来た甲斐があったね。出汁が効いて美味しい。美味しいって噂を聞いたもんですから。で今こう讃岐うどんとかが片面がブームやけど、やっぱりこういった筑後の麺が僕は好きです。もともとはあまりこっちにおったんやけど、熊本から月2回ぐらい来ます。で必ずここに
お店のどういうところが好きで来られるんですか？まずはやっぱ味ですね。でうどんの美味しさ。それから店長とかなんとかの人が非常に接客がいいかなということですね。で店も清潔や。はい。そうですね。大体週1ぐらいのペースで来てます。いつも頼むメニューとかありますか？毎回唐揚げ定食のご飯大盛りのマヨネーズトッピングで。なんでごぼ天と肉ごぼう。このごぼうはもう最高です。早く2杯です。はい、お待たせしました。うどんの定食。なんかそんな気がした。麺が入ったし。でも白いご飯し。大盛りって次は生姜。生姜。次は生姜。もうお腹におる時からずっと通ってます。おうどんの量がめちゃくちゃ多くて美味しいね。麺がしっかりしててでかいです。うまいです。この店は私の店じゃないんです。お客さんの店なんです。今日ね、久米さんも来る。こちらが話今日からね、できるだけ美味しいものをお客さんに提供すると。あと残ったの調整用ですね。
これが大事。国産のごぼう。それからもう一回分あげますよ。はい。10キロ。10キロです。ほぼ毎日10キロ。皮を剥いて切ります。ごぼうを揚げるのにもち粉が入った天ぷら粉です。もち粉で揚げるとやっぱなんでしょう、食感が変わったり。食感が変わりますね、少し。これで1回50本ですね。50本。1回50本で。小分けして小さくしてその後練ります。うるめとアジとサバです。
いや、月曜日フライヤー来てないんで。大体ね、30分ぐらいあります。30分はやるんですね。ちょっと天かすがこんなして浮いてきそうでしょ。はい。それをね、浮いてきたら、あんまり早くからね、一つずつ離すと剥がれるんですよ、衣がごぼうから。ある程度強い火で。で、つぶつぶが残るぐらいに。まず火が通りにくいこの丸いのから。先ほどこねたやつですね。こんな感じで並びます。この店は私の店じゃないんです。お客さんの店なんです。だからお客さんがこういろんな人をこう連れてきていただくと、こんなような感じで仕事してるんですよね。だけど上からこれをしてくるけ、それで一個上だけ洗ってから、まあ毎日するけどね、これは。
こっちの方が切りやすいんですよ。どうしても昆布ってつるんって滑るんで。それで寒いんだ。塩コショウが30薄く。生姜がレンゲン。ありがとうございます。嫌がるよ、やっぱすごく。まだね、パスタしてるのにね、いろんなことさ、本当に。
じゃあ私またするね。ほら後でまた使うとね、洗剤がね。右のごぼ天です。右のごぼ天です。はい、まあ。わかめごぼ天の2。じゃあ、ごぼ天うどんと肉うどんとごぼうが2本別からといなりが4つに。ビール2杯。これ2杯からいきます。わかめごぼう。わかめごぼう。はいはい。はい。お待たせしました。わかめごぼうなんです。はい。はい。お待たせしました。ごぼう天こちらです。はい。はい、どうぞ。熱いですよ。はい、どうぞ。ごま天うどんですね。どうぞ。はい、普通お願いします。肉うどんですね。はい、どうぞ。いいですか、どうして。はい。ミリのごぼうですね。はい。いらっしゃいませ。温かい山かけ入ります。卵入っていいですか。はい。ごぼう1本で。ごぼう1本ですね。はい。いなり1つ。ごぼうは中に入れていいですか。ミリのごぼうにきつね1枚。肉うどんにごぼう2本といなりです。これ山かけうどんです。もうちょっといきます。はい、どうぞこれお願いします。これ見てもらうとダメね。これですか。肉うどんですね。で、いなりが1つですね。ね、お待たせしました。ミリですね。もう昨日から決めてて待ってたうどんお味いかがですか。美味しいですね。これ見てよ、固め。ごぼ天が950円です。50円の方。早く2杯お待ちです。早く2杯で1
はい、お待たせしました。大盛り。火薬が2杯1杯大盛りです。火薬大盛りいいですか？火薬大盛りです。はい、火薬うどんです。あ、すいません、普通に書いてください。はい、ごボタンお願いします。いらっしゃい。こうして。はい、見る。ありがとうございます。はい、ミニお願いします。はい、ダメ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。はい。お待たせしました。湯ラメですね。はい、どうぞ。お待たせしました。ミニの丸天お願いします。ミニの丸天。はい、ごぼ天いいですよ。ごぼ天と肉ごぼう。はい、肉ごぼうです。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ごぼ天です。ごぼ天。はい、そばお願いします。ご一杯。ご一杯いいね。17番。これ
いい匂い、大盛りパン。これいい匂いです。はい、お願いします。どうぞ。はい、すみません。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。お待たせしました。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ごぼ天とライス。ごぼ天2杯。ごぼ天2杯。もう一回ごぼ天いきますよ。はい、いいですよ。はい、ごぼ天1杯。あとごぼ天2杯。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。かき揚げ。これごぼ天。ありがとうございます。ありがとうございます。唐揚げの大盛り。ごぼ一本トッピング。定食白とごぼう。ミニの生姜。ミニの生姜。前からすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ごぼ天とミニの釜ごぼう。
最初のかき揚げ上がり。はい、かき揚げ、よいしょ。お願いします。はい。ないですね。はい、どうぞ。いいですよ、このままそのまま熱いから。はい。はい、どうぞ。よろしいですね。はい。いらっしゃい。いらっしゃいませ。お願いします。これが自分で出すけど、さっきの。あっち行けね。あ、そうですよ。いただきます。いち。うどんの定食。なんかそんな気がした麺が入った食感。でも白いご飯し。生姜、いいよ。じゃあ、2人1杯。はい、右1杯お願いします。右って定食ですよ。定食。次は大盛り。そば天2杯といなり2個です。はい、大盛りお願いします。大盛りって次は生姜？生姜。次は生姜。1660円になります。唐揚げうどんです。唐揚げうどん。大盛り。ボリューム結構ありましたか？そうです。自分2歳からこの量食べてるんで2歳もうお腹におる時からずっと通ってます。終わり？失礼です。はい。すいません、前からお待たせしました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、前からすいません。おうどんの量がめちゃくちゃ多くて、美味しいね。麺がしっかりしてて、でかき揚げがもう絶品ですね。カラッと揚がったエビも美味しいし、ごぼうもすごく美味しい。お肉も甘みがあって。830円になります。ありがとうございます。どうぞ。すいません。このごぼうはもう最高です。1060円になります。かき揚げが入ります。はい、定食に入り1つ大盛り。はい、どうぞ。お決まりでしたら。いなりが1つ。肉うどんのいなりです。
らっしゃい。普通にはい、普通にです。よいしょ。普通にお願いします。鴨なんと肉でいいの。鴨なんと肉。ちょっと大盛り。それとかき揚げも入ってます。前からすいません、肉うどんです。はい、すいません。はい、ミニ一杯いきます。ミニ一杯と大人。はい。これお皿になります。770円になります。ありがとうございます。これ細麺肉です。はい、お願いします。ごぼ天2つですか。ごぼ天2つ。ごぼ天2杯。でかいっす。うまい。納豆うどんのからしです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ納豆ですよ。はい、納豆お願いします。はいはい、これ何番ですか。何番さん。これで出来上がりで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上でよかったですかね。はい。納豆結構好きなんです。納豆好きで。はい、かやくうどん。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、定食です。卵はまあそうっすよ。じゃあ。よし、いいや。これ5点いきます。これ5番さん出して。そうだな。これ5番さんの5点、もうちょいいきますよ。はい。はい、はい、はい。はい。
はいどうぞ。ごぼ天ですね。はいどうぞ。おでんのおすすめはやっぱり大根やろうね。やっぱりここで全部こう仕込みしようからな。もしもし、ありがとうございます。ここに。あれどこ？よいしょ。いや。790円になります。2000円お預かりします。ありがとうございます。上品な。上品。ありがとうございます。早くですね。はいどうぞ。脱サラしてサラシうどんっていううどん屋さんがあったんですよ。でそこに頼んでですね、うどんを教えてもらった。いろいろこう食べ歩いた後ですよ。やっぱり自分にはそのサラシうどんのうどんがあったんですよ。自分が好きやった。すごい食べた時にこれは美味しいなと思って、それでそこにこうその大将に頼み込んだんです。うどん屋さんしたいんやけどって言ったら、もうやめとけって言われたんですよ。もうサラリーマンしようってあんたうどん屋さんなんてできるかってあんたもう今のうちにもうさっさとやめとけって言われたんですよね、最初。でもやっぱり何回か頼みやったらしょうがないなって、やるかって話になって、その教えていただいた一からですね。もう7時近くなってきたらもう8時前するか。やっぱりこう仕事してるとやっぱりこう張り合いがありますもんね。ごぼうだけはやっぱり
あげる人の体調悪いとすぐ分かるよね、あげたの見たら。だから体調良くしてないとごぼうはあげられないよって。何年ぐらい前に始められたんですか？これが開業の時なんで1994年父と母が始めたものを私がちょっと継がせていただいている状態です。一応父は今年の12月まで店には必ず来てたので、年末ちょっと入院してからがやっぱり体がきついみたいで。現在のですね、1270円になりました。黒ご飯の具を炒めます。サービスはコロコロ。お二人何年ぐらい働かれてるんですか？9年目かな。あ、そんななると知らん。ここら辺ってなんでうどん屋さんが多いんですか？鳥栖の人たちってうどん大好き多いですね。密集してそこの助さんもあるし、ちょっと行ったら美濃屋もあるし、丸亀もあるし、牧野うどんもあるしね。でも激戦区でずっとあるのはすごいですけどね、お店が。そうですね。ここはもうだいぶ長いですよ。いつもすごいけど青のりが入った衣につけてあげます。磯辺揚げみたいな。そう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 。それです。ありがとうございます。これは何のための人参でしょう。日本使っていいですか？それどっちも冷やし。つけようかなと思います。明日土曜やし、持ち帰り1個冷やします。おはようございます。買いに行こうかな。かき揚げの材料。
あ、入れすぎた。でもいいや。250銭でいい？200でいい？前はずっと801キロあるもん。ないけれど、突撃前から。よし。すごい。これはサービスの揚げうどん。1916円で。ありがとうございます。あとな。まだ。山さん、山芋ちょっと出しときます。はい、混ぜたよ。入れるかな。はい。大根。綺麗なまんまですね。ですよね。綺麗に丸くなった時は嬉しいです。美味しくなれ。お父様がもともと国鉄の職員さんだったっていうお話をお伺いしたんですけど、はい、どういった経緯で始められたとかご存知だったんですか？鉄が JR になるときにクビになった最先端でリストラにあったっていう父の時は手打ちでしてたんで打ち台があるんですけど、はい、私はちょっと手で打つっていうよりかは機械で打った方がいいなって思ったんで一応機械を。よいしょ。
ちが細いんで、父が売ってたうどんの厚さに合わせるようにしてます。これはサービス品用です。素揚げして醤油と煮絡めてもらう。美味しい。何しようと思いつったのかな。皆さん、今日も暑い中よろしくお願いします。今日もお客さんがいっぱい来ますように。喜んでいただけますようによろしくお願いします。皆さん、暑い中よろしくお願いします。お待たせしました。どうぞ。ごぼうもよ。ごぼうも、それから牛飯のセットで。はい。わかりました。ちょっと待ってください。こんにちは。ちょっと待ってね。お父さんの方からね。はい。味がいい、味が。量が多い。
れが細麺。いい？はい。こっち置いておきます。唐揚げ乗っけてください。うん。いい？置いとくね。はい、どうぞ。奥間うどんさんの好きなところとかあれば。店員さんとかがフレンドリーみたいな感じで結構話したりもするけんですね。センターに住みながらね。おはようございます。ごめんね。ありがとう。気をつけてね。これにしてくださいね。3杯お持ち帰りでお願いします。グリーンちくわと山かけいきます。顔を見せてくれんです言われた。ありがとうございます。ちくわ天どちらに。はい。サクって言わない。サクって言わない。あ、いなり取った？取ったよ。全然深呼吸やってね。はい。いいね。肉ごぼう。これが単品でございます。失礼します。カツ丼の単品になります。置いておきます。逆ですね。はい、了解です。はい。これが冷やとろうどんね。はい。はい。はい、どうぞ。お願いいたします。ごゆっくりどうぞ。娘さんの方だね。大盛りね。今日は生姜味って言ってあります。はい。ニンニクの時と生姜味。ニンニクだね。私は2個分ですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。結構好きですよ。後数で何か所か行くんだけど、ちょっと濃いめの味で、まあ美味しいですね。中敷きのやつってどんくらいの大きさですか？高いよ、花でもいいかよ。
もう段ボールで買ってない点が。ご飯大盛りやったか。ご飯大盛りです。ご飯大盛り？はい、ご飯大盛り。メニューだね。ご飯大盛り。結構怒られるんですか？毎日給与ほぼ毎日。 300円のお返しになります。どうもありがとうございます。はい、じゃあ聞いてください、そばです。夕飯の温玉付きで、ご飯はかき揚げサラです。かき揚げはサラ。12番にも入っていただいてます。10番さん。こちらをいただきます。卵もっとあるでしょ。ほら、美味しそう。あっちく美味しい。いつもそばなんだけどね、今日はお肉。そろそろ上がるよ。南蛮がいたします。天覧が上がってきました。いや、所有しましたね。親子はもういい？親子は持ち帰り白い OK です。50円のお返しいたします。ざるそばが1つ、2ついいですか？以上で。それと白のおにぎり1個お願いします。とりあえず1個でいいかなと思います。その時おかしかったと。段ボールで今ちょっと買ってなかったから。進行中。ありがとうございます。あ、こんにちは。金曜日なんです。あら、お上手。はい。誰とは行きます。はい。こっちがすいません、こっちからもらえるよし、できた。一つ持っていっていいよ。ごめんね。すいません、お待たせしました。こちらどうぞ。ありがとうございます。お騒がせしております。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。自由の返しです。どうもありがとうございます。はい。ごめんなさい。今からが忙しくなるよ。10番さんじゃない、元い2番。あ、私はごぼうです。暑いですよ。ありがとうございます。上ばかりの魅力が。
何が2番さんチェックせずに上2ついきます。ごぼう天から出来上がってまいりました。はい、失礼いたします。失礼します。うどまセットですね。白の私こちらで。ありがとうございます。いなりです。ごゆっくりどうぞ。お店には来られるんですか？はい、よく来ます。細麺で美味しいです。ありがとうございます。週に1回ぐらいは必ず来てます。その長く通われてる理由はどういうとこですか？だってうどん一番美味しいもん。まず細麺で昆布とかああいうのに最初の性格から言ったらやっぱりいいものを使ってされるんで、私冬場はねもう鍋焼きうどんって決めたの。もうあれは最高。かまぼこと一つにしたっていい材料使ってるんで美味しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よく来られるんですか？初めてです。Google マップでうどんって調べたらこう出てきて。来てみてどうですか？いや、美味しいですね。細麺なんだと思ってびっくりしました。めっちゃ美味しいです。ちょっと見てみて。天ぷら上がります。結婚式に来てもらったし。はい、お待たせしました。天ぷら定食ですね。ありがとうございます。これざるです。かぼちゃじゃない。いかがですか。ざるの細ちくわ、はい、で肉のちくわ。ございます。おそばで小麦になっております。めっちゃちくわが美味しそうに上がってる。ちくわから出来上がってまいりました。いなりになってます。ありがとうございます。細ざるです。はい。お待ちしました。ありがとうございます。お味どうですか？食べ慣れた。以上で。はい。はい、わかりました。少々お待ちください。こっちよ。こっちに3倍作るの。ここ。お待たせしました。
よろしいですか。はいはい、あとごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。大根生姜が乗ってますね。ちょっと待ってね。扇風機に。あは。置いてあります。はい。よろしいですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。はーい。お願いします。お熊の稲荷でお願いします。出来上がりです。お待ちしております。ありがとうございます。はい、失礼いたします。うどんの自販機。そうですね。去年の11月にうちが営業時間が短いんで9時まで営業してたんですけど、ちょっと父も体調を崩したりとか、私も子育てをするようになって夜まではちょっとできなくなったんで、これがあるけん助かるって言っていただくから、ありがたいなと思ってます。毎日補充はできるので、近くだったら一応父の顔です。私が描いた。こんにちは。の絵を描かせていただいて、鳥栖市内の小学校とかは全部寄贈、佐賀のフリーペーパーに絵を投稿させてもら載せていただいてて、子どもたちがなんかちょっと面白いことを言ったりするのをなんかこんな風に載せてもらってます。試しにちょうどいいんですよ、時間的に。汁を最後まで飲んでしまってますから。大好き。はいよ。うまいね。美味しい。お願いします。右を入れたら、おはようございます。早いですね。鍵開けてくるんで。釜大きいですね。釜大きいですね。他のとこより多分ちょっとでかいかなと思います。一応特注らしいです。何升とかれるんですか？ 9升ぐらいで、柏が少なくて6升。はい。
とんでもない量ですね。土日はもっと、はい。あとは6時からとか7時からに来ます。さん、今日は何時起きですか？今日は1時20分ぐらいに起きました。はい。いつも何時に寝てるんですか？子供がいるんで11時とかかな。今日じゃあ2時間とかですか？2時間、そうです、2時間半ぐらい。それって体慣れるもんなんですか？いや、この僕が早番するのが社長が休みの時ぐらいしかないんで、週に1回ぐらいなんで、全然大丈夫です。結構流れるように準備されてたんですけど、はい、働かれて長いんですか？18からなんで15、6年目です。じゃあもう高校卒業してすぐ。そうです、そうです。その入られたきっかけとかあるんですか？社長のこともともと知り合いで、はい、そんな感じで。うどん好きだったんですか？うどんは好きでした。そのコロナで売り上げが落ちてきて、朝営業してみようか。今始まって2年とか3年とかですか？ですね。マカロニサラダが一番人気ですね。
お客さんの層はやっぱ平日と休日では全然変わります。平日は会社員の方とかやっぱで休日となるともう家族連れのお客さんが多かったりしてだいぶにぎわってますね。もともとうどんの職人になりたかったんですか？いやいや、もともとは普通に高校で部活をしようと思ったんですけど、その部活がまさかその高校になくて、何かの辺で友達から誘われたのがきっかけでバイト始めて、もうそれからはずっとアルバイト3年間して、18から見習いで、今もう本当20年ぐらいお世話になってる感じです。やっぱどんどんのめり込んでいくものなんですね。そうですね、やっぱ接客業自体が僕楽しくて、やっぱ飽きないですね。もうその日その日でいろんなお客さん来てくれるし、店の流れもその日その日で違うんで、
やっぱ飽きが来ないですね。なんでなんか毎日楽しくやってます。おすすめのメニューを教えてください。ごぼう天丼ですね。ごぼうのサクサク感から具の甘い感じがスープに行き渡って、がっつり食べたい方には本当おすすめのごぼう天丼と牛飯のセットがやっぱ最近出ますね。牛飯はまたこのニンニクが効いた感じでもうがっつり食べたい方には大盛り無料なんですね、ご飯。ご飯大盛り無料です。3店舗あるんですかね、安住うどん。はい、立ち洗いが本店で、田主丸店、朝倉店で3店舗で経営してます。ここは年中無休。年中不定休ですね。一応正月の三が日だけはお休みいただいてるという感じで、あとはもう特に何もなければずっと営業してます。朝7時から夜の8時40分オーダーストップですね。
歩いて5、6分です。美味しいですか？はい、かけうどんが一番いいです。2回ぐらいですかね。はい。うどん一杯お願いします。僕トラック乗ってるんで、今荷物を下ろして次の積み込み場に行く途中に、いつもここやってる。じゃあネギ多めで。A の3。じゃない、B の3じゃない。B の3。あ、そうね、間違ってる。大丈夫です。ごぼ天うどんいなり。そう、うどんといなりですね。はい、ちょっとください。うどん一杯お願いします。ごぼ天うどんです。ご主人、今日は今からお仕事ですか？そうですね。試しにちょうどいいんですよ、時間的に。ほとんど毎日、こっちの方にいるときはですね。行きます。さあ。さあ。行きます。行きます。大丈夫です。はい。じゃあ、下ちゃんお願いします。いい。ありがとうございます。ネギの大盛り頼まれる方多いんですけど、結構出るんですか？ああ、出ますね。ネギ多めの方が結構おられます。ネギ多めって何円でできるんですか？ああ、いや、もう無料でしてます。はい。
ごぼうといなりです。はい、じゃあお願い。はい。すみません、エビ天そばのネギ多めです。はい、すみません、どうぞ。鹿島です。これでも上がってるかどうか。お待たせいたしました。どうぞ。5分ぐらい揚げてもらって、もう黒豆の食事です。何人来る？まあ、いや、出てください。入ってます。
大体これで20キロ入るので、週末になったらもう60とか80とか。9時くらいから2時ぐらいまでちょっと上げます。いろいろといいかな。肉上がりました。うどんだろう。いいよ。はい、どうぞお願い。豚の7です。ネギ1人前です。柏のネギですね。どうぞ。2枚目です。お願いします。余裕でこなします。配達お願いします。お送りお願いします。はい。いや、1枚目はおろしうどんのシングルとうどんダブル。配達お願いします。豚の 2？ 豚の8。豚の 8？ 失礼します。お肉うどんの大盛りです。
のネギでお願いします。うまい。昆布入れたら美味しい。お店にはよく来られるんですか？半年ぶり。移転したのは知らんかったですもん。貸しやるんやん。空港のとこから来たけど。はい、どうぞお願いします。はい、大盛りです。あげます。座のさん上がりです。小鉢取ってもらって、で、2つ使うんだったらこれとこれとかっていう感じですね。僕は毎回これをいかに高く詰めるかを毎回チャレンジするんですけど、でもあんまりやりすぎて机の上にボトって落とすとそれはダサいんで。はい、座の子です。はい、週に何回ぐらい来られるんですか？週に2回ぐらい来ますけど、注文はいつも決まってるんですか？注文は肉うどんです。使っているスープがとても好きで、汁を最後まで飲んでしまってますから。はい、どうぞいいですか。テーブル5番。テーブル5番。山かけうどん一杯です。はーい。うどん一杯です。はい、とです。A の2です。大丈夫です。はい、かっこよくいってらっしゃい。カツ2枚でうどんセットそば。なの2です。水ごぼう天うどん。はい。ごぼう天うどんです。ごめんなさい。はい、すいません。座の7です。どうぞミニスライスですね。惣菜もございますので、よかったらお召し上がりください。
はいラストでーす。火を入れたら、座の6上がりです。お店にはよく来られるんですか？子供がちっちゃい頃はよく来てたんですけど、ここ新しくなっては初めてですね。新しくなってからどうですか？お味とか店内の雰囲気とか。お味は変わらないですね。通路とか結構広くなってね。じゃあお願いします。ありがとうございます。はい、でカウンター5番様お願いします。はい、レジお願い。ありがとうございます。はい、ありました。A の6です。はい、挨拶お願いします。声から入るタイプです。はい、笑顔でどうぞ。テーブル3番です。はい。おにぎりとかある？おにぎりございますよ。お店ってよく来られたりするんですか？ここは初めて来ました。楽しまるか瀬高の方ですかね。うどん2杯です。カツオ2枚お願いします。テーブル6です。お願いします。7
テーブル4番です。うどんに入れ。はい。お店にはよく来られたりするんですか？しょっちゅう来てます。もう20年以上あ、20年以上ずっと通われてる理由とかあいやったりされますか？このうどんで育ったんでこれがないとダメですね。お子さんももう少し大きくなったらそうですね、一緒に食べたいです。配達お願いします。失礼します。お待たせしました。肉うどんですね。失礼します。安住うどんはよく来られるんですか？来るよ。美味しいもんね。この時は1週間に2回ぐらいは来るけど。週2で来られます？うん、週2は来るの。まあ割と来るね。今日は肉うどんですか？今日は肉うどん。お味はいかがですか？美味しいよ。美味しい。で結構ほら素材も美味しいから。一番おすすめのお惣菜なんですか？やっぱサラダでしょ。配達お願いします。北の7です。北の3です。配達お願いします。はい、北の8です。失礼します。お待たせしました。肉ごぼう天
の丸天だけだ。はい、どうぞお願いします。テーブル3番。はい。4です。あ、すみません。はい、どうぞでいい。はい、どうぞお願いします。菓子多いですか。エーナさんです。はい。うどん4杯、ホットそば1杯です。かしわを2皿いいですか。ザザイザの4です。はい、どうぞお願いします。はいよ。はい、はいよ。はい、だってーす。お願いします。牛めし3番お願いします。カツ丼 A の6大盛りです。2杯です。大盛りですね。はい、どうぞお願いします。はいよ。ネギ入れたらA の7です。はい、どうぞです。かしわといなりをいいですか。はい、ネギ入れたらテーブル2番さんです。はい、お願いします。2でこれいいわ。通い続けてる理由とか。美味しいからやっぱ。うまいね。美味しい。
パチンコのお客さんが。肉うどん大盛り上がります。肉うどん5ポテ入りです。結構あるよね。これで大盛りだったら大変なことなんだ。もうすぐもちもちして柔らかいうどんの方が好きなんではい、カツ丼単品です。午後の唐揚げ美味しいよ。おはよう。大体カツオと昆布とあごとしいたけお願いしてる私最近腱鞘炎で腕が痛いで、先月も社員一人でずっと一日中焼き飯やら振り回しとったけど痛めてしまった。去年まで天神の方でもともといた職場の先輩とお店してたんですよ。でその時にずっとお世話になった将軍のマスターが亡くなったっていうのを聞いたんですよ。その話を聞いて21世紀のオーナーさんに声をかけてたんですよ。もし将軍をやるんだったら自分がやりますよっていうのを声かけてて、もともとは大阪の辻調理師専門学校っていうのを卒業して、そこからは、福岡の割烹料理屋で新卒で入ってたんですよ。もう要はマスターも継がせる気がなかったから、誰にもそのレシピとか教えてなかったんですよね。ここのマスターの時代の時の将軍のレシピっていうのはこの世には存在しない。もう今までずっと食べてきた味を思い出しながら全部調合してます。だからやっぱりお客さんからは味がちょっと違うねとは言われるんですけど、自分の食べてきた舌を信じてそれをもとに今は作ってますね。
ありがとうございます。焼きうどんに1個でいいですか。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。肉うどん5ポッテン入りです。お待たせしました。肉うどんにごぼうとこのトッピングですね。これ大盛りですか？普通盛り結構あるよね。これで大盛りだったら大変なことなんだ。みんな肉わかんないですよ。食べる。野菜炒め上がるよ。手が震えます。はい、どのこと。はい、カツ丼単品です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。唐揚げの個数が違う。あ、個数が違うだけ。はい、唐揚げ定食はここで。あ、そういうこと。一つ定食が3個。
杯です。お待たせしました。はい。お願いします。はい、お待たせしました。5番さんです。うまいですね。いらっしゃいませ。ホルモン鉄板。ホルモン鉄板定食。そしたらご飯大盛りできますけど。普通で。はい。いらっしゃいませ。どうぞ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。この前の店から20年安いでうまい。昼間から飲みに来てくれる、ずっと将軍の時からですけど、夜はもう半居酒屋みたいな感じだったんですよ。焼酎とキープとかも置いてるんですけど、もう昔からパチンコのお客さんが飲みにその休憩の間とかで飲みに来てくれるから、ちょっと変わったお店ではある。まあ、違う形ですけどね、まあ、味も若干変わってますから、元の将軍とはいかないですけど、昔みたいに繁盛してくれたらいいなと。でそのまま辞めて俺は独立しようかなと。まあ、多分それがマスターが望んでる一番いい形だと思うんで、泣きながら出してくれたんですよ。頑張れよっつってまともに話したのが多分それが最後やって、ここにおるよりは独立して多分自分がやりたいことやった方がいいと思うんで、自分とマスターが納得できるような形にしてここを抜けて独立しようかなと思ってます。ありました。はい、シャンプー上がり。週末の前とかは20枚30枚したりしてます。
セットです。美味しいです。肉がほらプルプル。こちらのテーブルどうぞ。卵ですけど。めっちゃ美味しいです。いらっしゃいませ。肉うどん大盛り上がります。今日は肉うどんが食べたかったんで今日は来ました。あれ吹きなの？ええね。うん、今2分ございます。いいえ、女の人。はい。それで、から平井さん先こっち。マジ定食とか言われてびっくりしたわ。いつもそれなんですか？わかんない、食べきらん。そればっかり。好きやね。ここの唐揚げ美味しいよ。終わったら怖いよ。俺もこればっかりどこ行く？常連さんなんですか？毎日来てます。家で作らんでいいの。ここは安いと美味しい。700円です。ありがとうございます。はい。また明日。また明日。あ、間違えた。どうぞ。美味しいって言ってもらえる時が一番楽しい。楽しいっていうかやりがいがある。魚釣りが好きで中学生の頃とか魚釣って持って帰って家でさばいたりしとったのが始まりやったんですよ。料理の高校行って専門学校行ってで割烹料理に行った感じ。セット上がります。エビ天うどんですね。よいしょー。
のうどんセット1つ。わかめがないと持ってきます。いいですか？はい、ちょっと待ってください。おでんのごぼうがめちゃめちゃ美味しい。前回もおでんのごぼうを食べて、めちゃめちゃ美味しく歯ごたえがあって、出汁がよく染みて、ごぼうの香りがして。お先に焼き飯ですね。もうすぐもちもちして柔らかいうどんの方が好きなんで焼き飯とか焼きうどんって自家製なんですか？これ自家製です。タレはもう全部自家製で、ちゃんぽんスープとかも自分が食べた感じはもうほぼ再現できてるかなとは思います。めちゃめちゃ大変でしたよ何回食べ直したことか。もうちゃんぽんとかももうずっと1ヶ月ぐらいずっとちゃんぽん食べてましたし、自分がもともと知ってたやつもあったんですよ。唐揚げとか焼き飯のタレとか知ってたんですけど、焼きうどんのソースとかちゃんぽんスープとかもう全くなかったんで、もう一からこれが入っとったような気がするなみたいな、この将軍にあったもともと並んであったこの調味料を思い出しながら、これ入れとったんかなとか思いながら、こういろんなのを入れてで味見してっていうのを繰り返してましたね。あら、今日はお早いじゃないですか。呼んできた。呼ばれたな、あんた。何それ。韓国の飲むとかそういうとこはいい。はい。肉ごぼうですね。します。肉を
ですかね。どうした？もう注文が入ってから入れる感じです。味自体はもう前日につけ置きして。先生お待たせしました。将軍定食ですね。いきます。ちゃんぽん一つください。ちゃんぽん。はい。はい。ありがとうございます。こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。失礼しました。ホルモン鉄板定食ですね。失礼します。これ普通盛りです。大体まあ250gぐらい。ありがとうございます。失礼します。お待たせしました。カツ丼ですね。ありがとうございます。昔からですけど、焼き飯とちゃんぽん、もう誰もが認めるような人気メニューなので、ご来店の際はぜひよろしくお願いします。